大体の人が物事に対しての拒否じゃないですよ。自分なりに理解することから始まりますよね。絶対本人にも少なからずリターンあるはずなんですよ。諦めずにやっぱ向き合うってことが必要なのかなと思います。今回はモンジ社長って様々な部下を見てきたと思うんですけど、言い訳が多い部下ってどう接すればいいですか？今日多いですよね。反抗的になる一種の思春期みたいなもんで、物事に対してできない、無理、やりたくないって言ってやれない言い訳、やらない言い訳をする人って大体の人が物事に対しての拒否じゃないですよ。例えばその上司が嫌いで、その上司に言われてやったことで本当に嫌なことがあったとか、この上司に言われたことってどんなに正論であってもやりたくないですね。もしくは例えばじゃあ前職で会社のためにとか上司のためにとかみんなのためにとかってやったことが裏目に出た結果があってとか、もしくは反抗的な態度を取ることの方が自分に利得があるっていうふうに本能的になっている場合、ごね得みたいな、ごねてお金をいっぱいもらえた経験がある人ってごねるっすよ。そういう背景、バックグラウンドがあるんですよね。例えば僕がこれやってほしいんだよねって時に、いや、やりたくないっすって方が基本的には聞きますね、話を。その子自身のバックグラウンドを掘りに行きますよね。なぜこの人は頭ごなしにできないとかやりたくないとか言うのかっていうのを一応確認しに行きますよね。だから一番ダメなのは、なんでやりたくねえってこの野郎ってなった瞬間にもう破滅ですね。言い訳バーっていっぱいいるんですよ。本当にその人と向き合おうと思ったら、それを聞きながらいろいろ質問をしていくわけですね。うまく質問していくと、なぜ自分がその新しいことをやりたくないと思っているかっていう価値観だったりとか、大体そういうのって原体験から来てるんですよね。例えば子供の頃親から言われたことを一生懸命やってたのにめちゃめちゃ怒られたとか、言うこと聞いても結局怒られるんだって思うと言うこと聞きたくなくなったりとかが原体験のベースにあるから、そういう価値観思考になってたりとか、前職で上司の言うことを素直にいっぱい聞いてたのに報われなかったとか、こういうのがあるんですよ。大体それを紐解いていってあげて、なぜその子がそういう言動をするのか、反抗的な態度を取るのかっていうのを自分なりに理解することから始まりますよね。あとはその思考をちょっとずつ変えてあげるというか、変える問いをする。何が気に食わなかったのと、それは考え方をちょっと変えた方がいいよと、そういう問いかけをずっとしていく。最終的にはやったことの方が自分に得があるとか、意義とか利得とか、そういうところをちゃんと話してあげると、じゃあやってみますみたいになるから、最終的にそのやってほしいなと思ったことを相手が意地でも頑としてでも絶対にやらなかったっていう人はほぼいなくて、こっちもそんな無理なこと言ってないんですよ。ただあんまりにも結果誘導みたいになっちゃったパターンの時はやっぱり続かなかったりとかもしますよね。イエスって言わせることはほぼできて、そのイエスも別に会社の利得だけで僕も考えてないんで、この人にとってチャレンジ精神とかやったことないことをやると、この人のためになるなと、会社のプラスになるなと思って言ってたりするので、こっちも思いが入ってるとイエスって言わなかったことはほとんどないし、なんか問題が起こったってことはほぼないですよね。ただあんまりにもちょっと会社のプラスが強くて、どうしてもそっちにも結論持ってきたいよみたいな方向が強すぎた時は結構失敗しますよね。会社の事情を通さなきゃいけない時ってどうやって納得させるというか、納得してもらう。会社にとってのプラスがあるってことは絶対本人にも少なからずリターンあるはずなんですよ。だからちゃんとそこを自分なりにも掘ってって考えて誠意を持って伝えるというか、誠意っていうのは別にお願いじゃなくて真摯にっていう意味ですかね。伝えれば女の人はいや絶対ありませんとかっていうのは言わないですかね、時間かければ。ただ人によってはそれこそ1時間話したらやりますっていう人と1週間話さないとやりますって言わない人がいたりするので、そこはその時間かけれるかどうかとか、そこまでしてでもその人にやらせたいかどうかとかっていう天秤はちょっとありますけど、時間かけてちゃんとコミュニケーション取っていけばほとんどの人はやるってなってますよね。何がやりたくないっていう、その何じゃないんですよ。大体なぜやりたくないかの方がほとんどなんで、なぜを解決すれば大体やりますよ。頭ごなしに否定するんではなくて、なんでできないかとか背景のところを一緒に話し合っていくっていうのが大事ですかね。最初業務なんでね、これやりなさい、やれっていうことももちろんありますけど、今回に関しては反抗的になるような人がいた場合に反抗的になる背景を確認して対話していけば、大体みんな分かりました、やってみますって言いますけどね。実際に行動に変化が出たとかっていう事例はあったりしますか？ありますよね。それどういう事例ですか？例えば昔こんな人がいましたと。コールセンターの販売職で単身のお客様とか電話で見積もり取って受注したりするんですけど、成績がいまいちパッとしない子だと。
でもやっぱり数字出ちゃうじゃないですか、営業とかって。ワンオンワンかなんかしてる時に、いや自分競争嫌いなんですよね、1番とか興味ないですみたいに言うやつがいたんですよ。結論、競争してうまくいったことがなかったんですよ。学生の頃から勉強しても成績はいつも中から下、仕事を何してもいつもランクインすることもなく、だから自分が競争が全ていいとは言わないですけど、目標を決めて頑張って努力して結果が出たっていう実感を感じたことは多分なかったんですよ。とりあえずそれを理解して、そのためにいろんな指標を作ったんですよ。単純に例えばじゃあ売上1番とかだけじゃなくて、電話に出た数1番とかの数字を出したりとか、いろんな指標を公開してったというか作っていって、そしたらその子とある部門で1番になるのが増えたんですね。その指標ではランクインする常連になったわけですよ。それが続いた半年後ぐらいとかに、1番取って嬉しいの、何々指標すげえじゃんいつもとかって言ったら、ありがとうございますって、1位いいだろって言ったら、いやいいっすねみたいな。全然競争嫌いの巨の字もやらなかったですよ。自信持ったと思いますね、やっぱね。例えば競争が嫌いって言ったその言語だけ切り取ると、もうこいつ競争嫌いなんだ、じゃあ言っても意味ねえなみたいな感じになっちゃうんですけど、なんで競争が嫌いって言ってんだろうなっていう背景を確認しに行って、自分なりも咀嚼しながらなんとなく仮説立てて、あの手この手やってみると、あれお前1年前競争嫌いって言ってたよみたいな、そんなこと言ってましたっけみたいなやつもいるんですよ。めちゃめちゃ変わってますね。そういう例とかはありますよね。背景を聞いてみて、背景に合った対策だったり、環境を用意してあげると、その子もすごい伸びるみたいな。そうそうそう。だから例えばよくあるのは、私人前立って喋るの無理です。YouTube のチャンネルとか出たくありませんみたいな、出た中でもいるんですよ、こいつ。なんでなんだよって言ったら、YouTuber じゃないですし、みたいな。いやいや、別に俺も YouTuber じゃねえし、つって。大丈夫大丈夫、ただ出て目の前で楽しく喋るだけだから、つって。人前つってもカメラの前だから大丈夫大丈夫、つって。とりあえずちょっと俺とおしゃべりする感じでいいからやろうよっつってやって動画撮った後にどうだったっつって楽しかったですみたいな子供の思春期反抗期だと思うぐらいの感じでなんでそうなってるかとか考えるようなのと一緒じゃないですか。その子に向き合って一緒に原因を考えて話すということが大事です。そうなんですよね。露骨に言っちゃいけないんですよ。あんたがそうなってる原因をちゃんと考えましょうとか言った瞬間にもうバリア張る。バリア張られたらもう何も聞けない。改めて言い訳ばかりをする部下に対しての接し方のポイントって教えていただけますか？反抗的になるとか言い訳ばかり言ってしまうとかっていう背景をちゃんと聞くっていうことが重要かなと思います。いわゆる関係性とかっていうのであればそれが大事だと思いますし、人ってやっぱり表現の仕方と実は思ってることって相違があったりするので、何ができないじゃなくてなぜできないかとかっていう感じでコミュニケーションちゃんと取る、コミュニケーション関係性っていうポイントをちゃんとやっていけば良くなると思いますけどね。むしろ逆に言うと表面上だけやりますとかって言ってやんない人よりもはっきりとやりたくありませんとかいう人の方が良くなったら、そういう人の方がちゃんとやってくれますよね。ある意味自分の意思表示をちゃんとするっていうことだから諦めずにやっぱ向き合うってことが必要なのかなと思います。なるほど、ありがとうございます。本日も見ていただきありがとうございました。アップル引っ越しセンターでは一緒に働ける仲間をいつでも募集しておりますので、もし興味がありましたらホームページや SNS 等々で見てください。また、この YouTube チャンネルでは研修、現場の様子、対談、イベント、ビジネスマンにちょっと役立つ思考とか、いろんな情報を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。そして最後にこの動画もぜひいいねを押してください。よろしくお願いします。